これからの時代っていうのは、美味しいっていうのは当たり前になってきていて、美味しい以外のところでどれだけ価値を生み出せるかっていうのが、これから養殖業が発展していくためには必要になってくることかなと思います。誰もやってないことをやったろうみたいな心意気が強いのかなと。美味しいって言ってもらえるのは嬉しいですけど、その料理人さんの想像を超えるぐらいのもっと美味しい魚をどうすれば作れるやろうっていう日々考えてやってます。オースト水産のオーストソウです。従来養殖業っていうのは品質の問題だけじゃなくて、サステナブルな観点からあんまりなかなか受け入れられてこなかった現状があるんですね。魚粉をたくさん使っていればそれだけ天然魚のイワシに依存していることになるので、結局養殖は天然資源に悪影響じゃないかっていうところで問題視されてきたんですけど、僕たちのその海に優しい養殖成功例を示せれば真似してやってみようとか、そういう人が増えればだんだん広がっていくかなと思うので、そこの自分たちの取り組みの発信ってとこにも力を入れていこうと思っているところではあります。夜ご飯用のマダイとイサキを締めます。これ締めてから生けすの見回りって、魚の状態とか見ながらって感じですかね。餌は一昨日と昨日やってるので、あんまりこういう悪天候の日はやらないようにはしてます。あんまり触りすぎたり、あとは酸素濃度の低いとことか、あとは水がなかなか汚いとことかで置いてしまうとストレスになりますね。呼吸から作られるATP ってあるんですけど、それが後々分解されてイノシン酸とかうまみ成分になっていくものが、ATP ってあるんですけど、それがそういうストレスでそういうのATP が減ってしまって水温が変わりやすかったりとか、そういうのでも減っちゃうので、いい鮮度で届けるっていうのはもう変わらず意識していることなので、鮮度がいいと選択肢がやっぱり料理人さんの方でも増えるので、着いた時に大体どんな状態で、今度は大体何度ぐらいでっていうのを逆算しながら、冷やしすぎない方がいいなっていう時もあれば、もうちょっと冷やしておこうかなっていうところで、そこら辺はそうですね、料理人さんとかによって変えてはいます。いいよ。生けすに向かってます。一応餌が残ってないかとか、あとは死に物と、あとはお腹どんだけ張ってるかとか、調子を見に行きます。マダイとイサキとシマアジを見に行きます。死んでしまう魚の数が多いとやっぱりストレスかかっている可能性がとても高いので、ストレスが原因で病気になったり成長不良になったり、あと餌を食べてくれなかったり、ストレスが本当に問題の根本になることが多いので、生けすごとに全然調子が違うんですよ。今日調子悪いなっていう生けすもあれば、調子のいい生けすもあったりしてバラバラなので、だいたい群れで調子がいい悪いっていうのが分かる感じですかね。いや、この作業をずっと今やってって感じですね。昨日とか餌やったんで、腹の張りだったり魚の調子っていうのは上から見て分かるんで、ちょっと見ながらって感じですね。やっぱ毎日来てるとやっぱりちょっとした違和感に気づくようになるんで。大須水産の大瀬戸海です。ちっちゃい頃から、その辺走り回ったり、一緒に2人で、ザリガニ取りに行ったりとか、ドジョウ取りに行ったりとか、ずっと2人で、部活とかもずっと一緒ですし、思いっきり都合っていう意識がそんなに強くはなかったんですけど、生き物が好きで
魚が好きで、水産の勉強もしてたんですけど、兄の方がアイデア力っていうのもありますし、でも僕はその水産学で学んだ専門的な知識だってあるので、補いやっていけばうまいこといくんかなって感じで。本当にちっちゃい頃から一緒にいるんで、もうその延長線上で仕事もしてるって感じなんで、近代の水産で学んだっていう専門的なとこからも意見出しますし、お互いが補い合ってというか、なんか欠けてる部分はお互い持ってるので、2人で一人前みたいな感じですね。本当に結構荒れてきましたね。今からイサキの餌やりちょっとしていこうかなと思います。弊社ではその植物性のタンパク質がメインの餌を与えてまして、一般的な養殖業者さんだと魚粉っていうものがメインの餌を使われてるんですけども、肉とか魚とかのタンパク質の供給が追いつかなくなるタンパク質危機って問題も考えられている中で、私たちのその天然魚に依存した養殖方法っていうのはどうなのかなっていうところで、そのアプローチとしてこういう、プラントベースの餌を使ってます。植物由来の大豆であったりコーンで代替する場合に、何かが不足しているからやっぱり代替できないということがあるので、何のアミノ酸が不足しているからなんか補わないとダメだよねみたいな、細分化して見ていけば代替できるよねっていう、その理論上のところで取り組んでました。これで1万尾ぐらいですかね。1万尾ないかな。8000尾ぐらい。なるべく少なく買ってのびのびとストレスがあまりかからないような状態で育てるようには意識しています。いっぱい買ってしまうとやっぱり死ぬ魚も多くなってしまうんで、やっぱ薄く買うことで死ぬその魚を少なくするっていうのがありますね。これは今年の7月に入ったマダイの稚魚です。養殖業界ではその、低魚粉無魚粉って言われるんですけど、そういう餌はその出荷前とかに使われるのが一般的で主流だったんですけど、それはなかなかサステナブルには貢献できないなっていうところで、もう本当にこの段階から上げてるので、この段階から上げるのって本当にあんまり考えられないことだったんですけど、また新しい挑戦をしているんで、2年後ちょっと楽しみだなというところで。これスピード調整できるので、5秒間落ちて15秒間休止で、給餌量は6。これは1から9まであるんですけど、確実に食べるスピードで与える感じですね。大体ですけど、最初の方はこうやって食いつきもよく来るんですけど、やっぱ後になるとやっぱりゆっくり食べるようになるので、やっぱその時に最初と同じスピードでやってしまうと、やっぱり餌も流れてしまって無駄な餌が出てしまうので、やっぱそこの調整は。タイとかってその無理に餌をその糞として出して次の餌を食べようとするので、ちゃんと、消化吸収する時間を設けてから次の餌を与えるっていうのを大事にします。足元気をつけてよ。注文に合わせていけそうな中から、例えば100枚だったら 100枚選んだり、1000枚だったら1000枚選ぶっていうのがです。魚を傷つけないようにするのは一番気をつけてます。傷ついてしまうと商品価値が下がってしまったり、あとはストレスたくさんかかってしまうと美味しさが損なわれてしまうので、そこは本当に気をつけてます。
気づかないうちにみたいな感じで一旦脳を破壊するんですけど、脳を破壊すると動かなくなるので脊髄って呼ばれる、ところに、神経の束があるんですけども、それを破壊してやることで、死後硬直っていうのを遅らせることができて、その鮮度を長持ちさせることができるので、それをやってます。魚のエネルギー源である ATP と呼ばれるものがあるんですけども、それが、ATP、ADP、AMP、IMP みたいにこう段階的に変化していくんですけど、その IMP っていうのが、イノシン酸って言ってこう人が食べて美味しいっていう旨味の部分に関わるんですけども、変化していく段階を遅らせるために神経を破壊していたんです。午前中に、仕事は一通り終わらせたので、午後は事務方なりなんなり、各自ちょっと、気になる仕事をやる感じです。ちょうど試食用にイサキ揚げてきてるので、それを食べてみて、現状のその仕上がりとかクオリティちょっと確認したいなと。最近は、ストレスが、免疫とか日数にどう影響するかっていうのを、まとめてて、こっちはだから締める時に気をつけること、でこれはどんな餌とかどういう環境で飼った時にどういう影響が出るかって。で、ストレスの種類も5つぐらいあって、そうやね。ほんまにどれだけ作る時とかにストレスかこう書いた方がこう知識としてこう入ってくるんで、やっぱ、パソコンとかでは調べて書き留めるって感じで、寝る前とか、仕事、夜ご飯食べてからとか、その間で随時気になったことを調べていってるって感じですか。興味本位でいろいろバーって調べるのが、好きというか、それが普通になってるんで、自分たちの魚が本当に美味しい料理になって出てきた時にはもうめちゃくちゃ嬉しいし、それがすごいやりがいにつながっている。美味しいって言ってもらえるのは嬉しいですけど、その料理人さんの想像を超えるぐらいのもっと美味しい魚をどうすれば作れるやろうっていうふうに日々考えてやってます。あれは柏屋の松尾さんと2021年に近畿大学の澤田教授って方がいらっしゃるんですけど、その方にご縁をいただいて出会ったって感じですかね。本当に出会ってすぐぐらいにイサキとマダイで試食していただいて、その時にイサキがすごい可能性があるっていうお声をいただいて、でそれ以来もずっとお店でも使っていただいてます。大阪で日本料理をやっております柏屋の主人松尾秀明と申します。長年日本料理をやってきまして、海洋資源の枯渇の問題とかそういうのを肌身に感じるようになってきました。特に日本料理をやっている料理人にとって養殖の魚っていうのはあんまり、僕もそれまであんまりいいイメージを持ってなかったんですけれども、飼育されている環境がとても綺麗ですし、大須水産の大須兄弟の取り組みの姿勢が本当に真摯で良かったんですね。で、いわゆる人の手で育てる魚のイメージっていうのが変わってきまして、大須さんのところのように本当に品質のいい人にとって美味しくて体にもいいし、環境負荷をできるだけ小さくした飼育の仕方をしている、取り組みをしている人たちもいるということを知って、で我々料理人もそれに対してやっぱり正面から向き合っていくっていうことの大切さを教えられたって感じですね。なんでそれに高いお金を払わなきゃいけないんだっていう価値をみんな持ってると思うんですね。そうではなくて、やはり人の手で育てたからこそっていう価値観をこれから養殖の魚には見出していきたいっていうことを知って、彼らはそれを考えているところがすごいなと思いますね。
我々いろんなもの、お野菜、お肉、魚、いろんなもの食べてますけれども、魚がぐらいいわゆる自然に育ったものに頼っている部分の大きい食品ってないと思うんですね。お野菜にしてもお肉にしても乳製品にしてもほとんどが人の手によって作られたものです。でその中でなんで魚だけが特別にそういう見方をしているのかっていうのをちょっと考えてもらいたいなと思うんですね。その出会った当時は僕たち今より全然そのサステナブルな意識というか、養殖に対する取り組み方とかも全然意識が低かったんですけど、お話を松尾さんたちからお伺いする中で、このままやったらあかんっていうのですごい危機感を覚えました。でそこからいろいろ自分たちなりに、取り組んでいってるって感じですかね。ブリンブリンやな。薄作りで2切れどうする2切れ、これとりあえず直してもらおうかな。そうやね。毛先は特にそうなんですけど、鮮度がいい時はちょっとまだ赤っぽくて、もうちょっと寝かすと落ち着いた、白というか、透明っぽくなってきます。焼きの方が一気にポテンシャルが引き出される感はありますね。閉めてから、1日以内ぐらいだと生で食べた方が個人的にはいいから美味しいと思います。取引先のは基本的にもう皆さん焼きとか火通されたお料理で出されることが多いので、僕たちもそれに合わせてなるべく試食の時は焼いたりしてます。でこっちもやったってくれる？綺麗。なんか綺麗にいかんの。塩醤油でいい。塩醤油でいいよ。でも貝はいつも。これは後でいいじゃん。冷めたらさっきこっちそうやね。前できた魚を試食して、美味しいけどもうちょっとこうすればもうちょっと美味しくなるよねってところで、追加育てる魚はじゃあそれを改善できるような餌の成分にして育ててみて、でまた食べてみて、でこの繰り返しですね。全然くどくない。うまいね。美味しい。美味しい。レベルアップした。うまい。口に入れた瞬間も分かるもんな。若干の甘みやね。でもあんまり噛み合って油があんま出てこへん感じでいい感じ。さらっとしてた。ちょっと待ってよ。イサキじゃなくてお茶ちょっと口をちょっとリセットさせて。ちょっとですよね。どう光る。若干ちょっとパサつくよ。ちょっとでもうまいね。美味しいのは美味しいね。今日のじゃない方がやっぱもうちょい置いた方が焼くんやったらいいね。イサキの背。前よりなんか食べやすくなってきてね。なんかだいぶ。多分今回に関しては、当日朝締めやから、もう身の強さの差が火入れた時に差が結構出たから。まだ完全硬直ではないんや。だからちょっとパサつくというか、火入れの加減にもよるけど、養殖の魚ってあんまり量食べれないんですよね。ちょっと油がくどくてちょっと重いから。
これはちょっと結構油も養殖特有のドロドロって感じになってサラサラした油で、何個でもいけるので一個一個の手食は本当に、締めの段階からすごい大事にしてます、届いた条件と僕たちも同じ条件で保存してで一緒に食べたら味の共有というかできるじゃないですか、それをやったりしてこういう感じでお菓子屋さん松尾さんこういうふうに思うんだっていうのでじゃあこの魚だったら松尾さんに受けるかなじゃあフレンチシェフのあの方に受けるかなみたいなそういうアイデアというかが生まれるので料理人さんとのその、感想のシェアというかフィードバックっていうのをすごい大事にしてます。今のやり方のままではただただ天然資源を枯渇させてしまったり海を汚してしまう海洋汚染につなげてしまうっていうだけなのでやっぱりそこを変えていかないと自分たちがこれから養殖業ができなくなっていきますし安定的に魚を供給できなくなるっていうのもあってすごい長い目で見た時にそういう積み重ねが大事なのかなっていうので料理人さんの方々に喜んでいただけるそれが一番の恩返しになると思って取り組んでいるっていう部分がかなり大きいです。